ちゃんとしなさい。あなたには前も言ったでしょう。これはひねくれ者だった子供の頃、私が親や先生によく言われた言葉です。しかしこの言葉は私の心や行動を変えるのには全く効果がありませんでした。なぜならば小学校も高学年ぐらいになると、はいはい、そんなことよーく分かってますよ、そんなふうに思っていたからです。分かっちゃいるけどできないことって結構あるんですよね。例えば人として大切にしたい道徳的なこと、正直でいなさいとか誰にでも優しくなんていうのは言葉にすると簡単ですが、実際にやってみると分かっちゃいるけどできないですよね。信頼と友情、これもみんながよく知っている道徳的価値です。しかし友達と喧嘩をしたり意地悪をしちゃったりすると思うんです。よく知っている道徳的価値もやはり実際にやってみるとなかなか難しいんです。それでは道徳性を育てるにはどうしたらいいんでしょうか。小学校中学校では道徳の授業が行われて、その中で心を育てようとしています。今日はその例を簡単に紹介したいと思います。 A さんは音楽コンクールに入賞しようと思って一生懸命練習しています。親友の B さんはそんな A さんを一生懸命応援しています。しかし残念ながら A さんは落選、泣き崩れてしまいました。 B さんはそんな A さんのそばに行ってそっと肩に手を置きました。この時 B さんはどんなことを思っているでしょうか。あなたはどう考えますか。例えば慰めるって考える人もいるでしょう。それはどのようにしますか。いやそっとしておくっていう人もいるでしょう。それはなぜですか。答えは無限にあると思います。なぜならばみんな違う人生を生きているから。あなたの考えはあなただけの体験によって生み出されているのです。ですから考えを出し合い話し合って友情についての考えを広げたり深めたりしていく、これが大切になってきます。しかし実際の生活の場面ではこういった道徳のお話と全く同じ出来事は起こりません。その中で何が大切かを道徳的に判断し実践していくのは、これは難しいです。しかしこの力はちゃんとしなさい、あなたには前も言ったでしょではつかないんです。子どもたち一人一人が自分の考えをしっかり持って友達の考えにも耳を傾け、そして話し合いながら考えをより確かなものにしていく、そういった道徳授業を作っていくことが効果的であると私は考えています。分かっちゃいるけどできないことをどう変えるか、これが道徳授業を作っていく醍醐味の一つなのです。